日は素敵なゲストに遊びに来ていただきました。スーパーエンターテイナーのティアさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お互いにですね、性にまつわるお仕事をしているという間柄でもありますので、本日は皆様の日頃素朴に疑問に思っていることなどをお二人で解決していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゼウス。はい。それではまず、射精の、理想的な頻度ってどのくらいなんですか？はい、じゃあお答えいたします。年齢によってはですね、性欲の強さも異なると思いますが、週にだいたい2、3回ぐらいが理想というふうには言われています。で、射精をすることによってですね、男性のホルモンが分泌することが促されますので、本能的にですね、オスのスイッチがオンするようなイメージなので、とても活気が出てくるかとは思います。さらにですね、やはりストレス発散というところもあるかと思いますので、勉強ですとかお仕事の効率も上がると思います。ただしですね、あまりにも頻度が多すぎると性器に血が混じるようなことがあったりもしますし、あとは頻尿ですとか残尿感とかそういった原因にもなり得るので注意が必要だと思います。男性ホルモンは何をすれば増えますか？はい、ではそこにもじゃあ解決いたします。はい。男性ホルモンのメインであるテストステロンはですね、夜中の1時ぐらいから作られます。そして早朝にですねピークを迎えます。これにより朝立ちという現象が起きます。分泌されるホルモンは睡眠時間の長さにも関わりますので、やはり規則正しくですね睡眠習慣を作っていただくことが最も大事だと思います。それとですね、適度な運動習慣からやはり筋肉を増やせると良いかというふうに考えます。男性ホルモンを増やす食品はありますか？はい、お答えいたします。まずはですね、上質なタンパク質を摂取していただくのがいいかと思います。お肉ですとかお魚、あとは大豆とかが豊富ですね含まれるというふうには言われています。あとは微量な元素もですね、やはり亜鉛ですとかビタミンですとかも大切ですので、牡蠣ですね、オイスターですとか、あとはレバー、あと卵の黄身とかですね、ニンニクにも含まれるようなアリシンというのも体が温まるのでとてもおすすめです。男性ホルモンが高かったり低かったりする場合は、どうなりますか？はい、じゃあそちらもじゃあお答えいたします。はい。男性ホルモンが高い場合にはですね、活気が出て筋肉もつきやすくなります。しかしですね、そうすると血栓という血の塊ができやすくなるので、例えば脳に詰まると脳梗塞、心臓だと心筋梗塞っていうリスクになること、あとは前立腺のがんですね、男性特有の疾患にも注意が必要です。逆にホルモンが低い場合ですね、こちらは男性更年期障害というですね、以前の動画でも解説させていただいたと思うんですが、40代以降でなりやすいような症状が出てきます。まずはやっぱり疲れやすいとかですね、集中力が落ちてしまう、さらにほてったりとかですね、やはり勃起不全 ED というところにもなったりはします。でこの際の治療としてはですね、ホルモンの補充っていうのを行いますが、やはりやりすぎてしまうとさっきの過剰の場合になりますので、リスク管理が必要になってきます。ゼウス。 ED の原因はホルモンの低下が原因ですか？はい、それはおっしゃる通りです。テストステロンというですね、男性ホルモンは興奮作用のある神経伝達物質を増やしますので、やはり勃起にすることに関しては重要な因子になってきます。 ED 薬は男性ホルモンを増やすお薬ですか？はい、そちらについてもじゃあお話しいたします。はい、お願いします。 ED 薬がホルモンを増やすかというと少し異なるということはあると思うんですが、よく耳にするですね、バイアグラ、シアリス、あとはレビトラですね、こちらは勃起した後にですね、必ず萎える酵素が出てくるんですけど、そこをブロックしてあげるような効果を発揮します。なので一旦勃起した後に必ず萎えてしまうんですけど、そこをブロックしてゆっくり萎えるので持つというような効果があります。で性的な興奮が収まってくるとですね、先ほどのBD5 という酵素の働きでですね、やはり陰茎に集まった血液が体に戻っていきます。で ED 薬はこの BD5 の働きをブロックして勃起をキープするというところに役立つというふうに覚えてください。薬局やコンビニで売っている精力剤も同じ効果があるんでしょうか？はい、じゃあそちらについてもお話しいたします。精力剤の主な成分というのはニンニクですとか高麗人参、あとはマカとかアミノ酸とかですね、体を温めるような血の巡りを良くするようなイメージですので、やはりですね、先ほどの ED 薬とかは少し効果が異なるというふうには思ってください。薬を使わずに ED を治す方法ってあるんでしょうか？はい、そちらもじゃあお話しいたします。まずは先ほどお話をしましたですね、男性ホルモンを増やすために生活習慣を整えることがまず大事だと思います。あとは血圧とかですね、血糖値、あとはおタバコですとかお酒ですとか、そういったところも注意が必要になってきます。あとはですね、精神疾患などに対して出されるようなお薬っていうところも副作用によってですね、勃起不全 ED になる可能性があるというふうに
には思われます。それ以外ですと、あとは陰茎の血の巡りを良くするマシーンというものがあるんですが、当院でもですね採用させていただいているレノーバイスラエル製のマシーンなんですが、こちらは新たなですね血管を増やしたり血管を広げたりするというところで、20代のようなですね頃のような太さや硬さっていうのを取り戻せるかと思いますので、興味のある方はですね是非こちらをご参照いただければと思います。ゼウス、マスターベーションの正しい方法はございますか？はい、じゃあそちらもお話しいたします。はい、まず頻度としてはですね、だいたい週に2、3回程度、あとは射精までの時間もですね、早漏治療というところによると思いますが、しっかり射精できる時に射精しておくのが大切かというふうには思います。で、注意点としてはですね、やはり過度にですね刺激が強くなりすぎないというところ、特にですね床ですとか、あとは硬いものに押し付けるような床オナ可動ななんていうですね通称あったりしますが、でそれよりもですねやはり膣圧というところがすごく膣圧が低くなっていますので、強く握りすぎるというところも避けた方がいいかと思います。あとはですね利き手と、利き手じゃない方あると思うので、あえて逆手を使うことによったりですね少し圧を弱めていただくとか、あとは器具を使っていただいてですねより膣成功に近いような状況を作るというのが大事かなというふうに思います。賢者タイムは、避けられないものですか？はい、そうですね。賢者タイムについてからまずお話しいたします。はい。賢者タイムというのは、そうですね、射精した後に少し反応しないような不応期といったところがあるかと思うんですが、先ほどお話ししましたですね勃起した後に PD5 という酵素が出てくるんですが、それが引いてですねまた興奮する状態にならないと、やはり性的な興奮は戻りません。で ED 薬を使用するとですね射精の後も勃起が続いていることはあったりはするんですが、そうすると行為自体は可能なんですけれども、やはり男性にとってはですねあまり気持ちが入らないというところはあるかと思います。ゼウス、本日はですね素敵なティアさんとともにですね日頃の悩みというか素朴な疑問の方を、少しですね知見が深められたかなというふうに思います。またぜひエピソード2があれば遊びに来ていただければと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、じゃあ本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。